we sniff around each other for a while, and once we feel kind of comfortable, then we ask. 自分のことばっかり話してくる男の人とかちょっと嫌かもしれない。プッシュしすぎると日本人の女子とは結構相性悪いと思う。Hey guys, on Ask Japanese, it's Kathy Cat, and today I'm joined by my friend. Hey guys! Sorry! Hey guys, it's Hiroko from Hiroko TV. Woo! And today we're gonna go and ask how to approach a Japanese girl, and we're gonna go for like, you know, chatting them up for the very first time, or finding a chance to like talk with them, and then maybe like becoming friends, going on dates. That kind of stuff is what we're aiming to cover. So yes, on the night, let's go. よろしくお願いします。 What's like a way in Japan for males and females to mingle and to say hi each other in a safe environment? I heard is very different. You can't just walk up to someone on the street and say, "Hey, would you like to go for coffee?" You can't do that. You can't do the American way. You know, they're like, "Hey, want to go for do pizza?" Do you guys still do that? I mean, I'm not American, so I don't know. We Germans are a lot more awkward. We first become friends, and then we sniff around each other for a while, and once we feel kind of comfortable, then we ask each other out. That's why it was. Well, I like that way, and I like the way you explained. What do Japanese guys and girls, or where is a good chance to get to know a nice Japanese girl, or at least just like say hi to her? 中にマジちょっと待って、全部英語になっちゃった。ちょっと待ってね。ということで日本語にスイッチします。スイッチしましょう。There are subtitles, guys. Don't forget to click them on. Anyways, let's do this in Japanese. じゃあ、出会いは日本ですっごい難しいって聞いたことあるんだけど。難しいと思う。なんかその、初対面とか知らない人に声かける文化がまさないじゃん。でもナンパはあるんだけど、ナンパをする人イコールチャラいってさっきカティが言ったみたいにみんな思っちゃうかもしれない。でもこの人ナンパだし遊びたいだけかなみたいなっていうイメージかもね。でも難しいね。そしたらどうやって知り合えばいいんだろうね。なんか例えば海外ではさ、バス停に待ってて、そのバス停待つ時間には知らない人に普通に会話できるじゃん。the bus is late みたいな感じでとかできるじゃん。日本で誰もしないじゃん。こういう担任と喋ったりとかはしないじゃん。確かに。だからその知らない人に気楽に声かけるのむずいような気がするけど、海外に比べたら確かにむずいかもしれないね。なんか声かけられた方も何って思っちゃうかもね。日本人ってあんま知らない人といきなり喋る文化ないかもね。ない。自分の海外の知り合いとかいるじゃん。どうやってみんな知り合った？いや結構友達の友達とかでどんどんつながってったりとか。紹介ってやつね。例えばアメリカ人の友達とかがひろこちょっと飲み行こうって言われると、どこで飲むって言うとハブ行きたいって言われて、分かったって言ってその子たちについてグループで行った時に別のグループの人たちとかと仲良くなったかも。女の子とか、なんか飲み物買おうと思って並んでたら「Hey girl, what's up?」って言われて「可愛いと思って「可愛いね」って言って仲良くなった。海外パブ行くところのメリットは、英語を試してみたい日本人がいるじゃない。そうだね。海外から来てそういうところで考えるとそれも便利かもしれないね。めっちゃ便利だと思う。でも共通の趣味を通して知り合うのが一番自然で、理想的だよね。理想。それはやっぱり理想。なんかそのバーとかで知り合ってちょっとマイナスのなんかちょっとなイメージもあるじゃない。ちょっとだけ。バーで知り合った人とかもハブとかに友達とみんなで行っても、男の人異性の人に「Hey girl, what's up?」みたいに言われてもよく答えないもん。さすがに。結構インタビューでも聞くと男は裏があるとか、そういう話結構日本人の女性心配してる。なんか ulterior motives みたいな心配してる女性が多くない？ I see. But you know, we can't really blame them, you know. でもなんか別にそれが怖いとかじゃなくて、なんだろう、多分ひろこもそういうの求めてないし、時間の無駄になっちゃうから聞こえなかったことにしとくね、じゃって感じでシュッてひろこはいなくなるけど、でも別にそれで恋したいなとか、この声かけてきてくれた人かっこいいって思ったら全然行けばいいと思うんだよね。だから別にそれもありだけど、でも確かにあんまりいいイメージはないよね。バーカーみたいな。なんかすっごくシャイな日本人女性もいるじゃん。でなんかその断りきれないとかちゃんと言えって言えない人がもうそもそも怖くて喋りも始まらない
の人いるじゃん。なんか、もし喋りかけたら何かも認めてもらってそれをうまく断れないからもう最初からなしにしようとか、そういう子もインタビューしてたことあるから。そしたらさ、なんかさミートアップとかさ、なんかインターネット上だけどグループみんなでその趣味のことで会える会とかあるじゃん。なんかいろんなアプリとかさあるそういうのがいいかもしれないね。なんか一緒にみんな撮影しようとか、一緒にみんななんか魚釣り行こうとか、なんかそういういろいろあるじゃん。ヨガやろうとか。日本では多いのは、何か共通点があるか誰かの紹介が多くない？紹介が多いよね。確かに多いね。今増えてるのはやっぱりそういう例えばデートをする目的だったらなんか出会い系とか、あとマチコンとか多くない？マチコンをちょっと説明してくれる？知らない人いると思うから。なんかマチコンっていうのは合コンっていうのが日本にはあって、例えば女の子3人と男の子3人初めましてって言ってみんなで飲んで、なんかトリプルデートみたいな感じ。誰が誰とマッチするか分かんないけど、女の子のグループと男の同じくらい数のグループが一緒に飲みに行くやつだよね。そうゲームやったり。それのマッチバージョンだから、例えば渋谷の地域の人だったら渋谷のマチコンとか、すっごい大きなグループでみんな遊ぶってやつね。そうちょっと正直ぶっちゃけて聞いていい？いいよ何海外の彼氏付き合ったことあるよね。あります。どうやって知り合った？ Next one you said introduction by friends as well? そう友達からの紹介で、その時みんなで遊んでた、なんか多分海外の友達の友達、日本に来たばっかの友達かな。で、みんながなんかバスケとかやってるから応援遊びに来てよみたいな、バスケ見に来た後にみんなで飲もうよみたいに言われて、見にいいよって言って行った時ぐらいかな。その時からちょっと仲良くなってみたいな。でもすぐ別れちゃったけどね。そこの中にやっぱりその話し方とかなんかある？これがいいよね、これはちょっとなんか初めてちょっとこれやりすぎとかみたいなのある？自分のことばっかり話してくる男の人とかちょっと嫌かもしれない。だって女子って喋りたいじゃん、聞いてほしいじゃん。わかんないけどひろこだけかな。だからなんか俺すごいんだぞって見せてくる人よりも、例えばダメな人だったら、いや俺さ、今日こんなにすごい仕事うまくいっちゃってこうでみたいな自慢ばっかりがあって言ってくる人よりも、例えばコーヒーとか持ってきてくれてポンって置いてお疲れみたいな、あれ今日ちょっと元気ないじゃん、どうしたのって、大丈夫、話聞こっかみたいな人がよくない？わかんないけど、確かになんか、私のことをちゃんと考えてくれてるって女性が大好きなんだよね。わかる、でなんかさ、日本人の女の子ってちょっと本当に仲良くなってからだけどいい子とか好きじゃない？頭にポンポンする？そう頑張ったねみたいなやつをよしよしってされるの好きだけど、お疲れポンみたいな、頑張ってるじゃん、トントンみたいな人がいいよね。ちょっと控えめみたいな、Show don't tell ってことは俺がすごいんだよ、女性すごい女性に対して私めっちゃ人気だしとか、私めっちゃモテるんだよって言うより、ちゃんとその人なんかショーする、自分が本当に自分のいいところをアピールすれば、そのアピールは口じゃなくて自分のやってること、what you doing の方がいいよね。だからちゃんと相手のこと考えてるんだよとか、そのコーヒー持ってきてくれた時とか、疲れてそうなんだけどなんか水飲むとか、そういうところがいいよね。まあそうだね。でも大体さ、そういう優しい素敵だなって人って大体結婚してるけどね。そうだよね。素敵と思ったらキラーンって指輪光ってるみたいな、お前もかみたいなそうって感じ。俺が相手だ。確かに。でも日本語ってやっぱ難しいと思うんだよね。難しい、完全に喋んなくてもちょっとだけ努力する男性はモテるかなと思うんだけど、どう？嬉しいかも、日本語でさありがとうとか言われると嬉しいと思うかも。日本語喋れるんだみたいな、安心するかもしれない。なんかさ、例えば挨拶とかおはようとかありがとうとか大丈夫、とか、あと女の子は絶対言われたいと思うんだけど、可愛いねって言われたいじゃん。そんくらいは分かってくれたらすごい嬉しいかも。普段は英語だけどちょっとそういう日本語入ってくるってあるとちょっとキュンってするかもね。そうだね、ちょっと頑張ってくれるところがやっぱいいんだよな。やっぱり日本ですごい大事になってくれるのは、やっぱ相手を読むことかな。なんか相手の気持ちとかをってこと？
まあでもそれはやっぱりその最初に初対面でまだわからないと思うかあら、ー確かになるべく優しくってした方がいいよね。確かにね、まあ、別に嘘はつかなくてもいいんだけど、なんか、なんていうの try to take care of that person っていうアティテュードは大切だよね。なんか、あれもすごい大事と思った。結構海外の文化にもよることなんだけど、あんまり最初からプッシーすぎる男が嫌われちゃうんだよ、日本で。それはダメ、本当にそれはダメ。なんかそれってさ、ただ文化が違うだけでどっちが悪いわけじゃないんだけどさ、確かにプッシュしすぎると日本人の女子とは結構相性悪いと思う。なんか例えばじゃあまた今度ねって言った時に、じゃあ今度はいつみたいな。いやーそれきついね。そうこれダメなんだよね。本当に今度とかそれでなんか断れたら、海外の人は自分を I want to know when みたいな感じ思っちゃうけど、相手が when って言ってくれないと自分からプッシュとこの人はちょっとみたいな感じ思っちゃうよね。なんて言うんだろう、しつこく連絡しちゃう人、何事もバランスが大事だと思うんだけど、なんで返事くれないのとか、LINE っていうさアプリあるじゃん、WhatsApp みたいな LINE で返事既読になったのに返事来てないとかさ、なんで返事くれてないのにインスタライブやってんのとか、そういうしつこい人とかいるじゃん。なんか俺とは会えない、全然会えない、忙しいって言って会えないのに、この前なんか Facebook 見たら友達とご飯行ってたねとか、しかも付き合う前とかでもそういうしつこいのは多分嫌われると思う。あとなんか別に、いや普通にギャグっぽくでも結構嫌かも。なんで連絡返してくんないのとか、連絡返してなかったらスタンプでチラッみたいなのを送ってくる人とか、まあ待っといてよって思わない？お疲れ様です。 So those were our some first steps how to approach a Japanese girl. So there are different ways of approaching a girl, and obviously you're also going to get different types of girls if you go out to a pub, or if you actually meet them at your local chess club. You're going to meet very different people, but just very, very, very careful. Don't be too pushy, and good luck. Thanks so much for tuning in. Also check out Hiroko's channel. She's doing a fitness challenge right now, and I hope I see you soon for more stuff here on Ask Japanese. Bye. Thank you, Hiroko. Thanks for having me.